日常的に生活の中で考えたことがヒントになっていつも作品を作るっていうのが私のスタイルで、エンゲージドボディの時は自分も結構老いたなと感じたり、年齢のことを感じたりとか、子供が大きくなっていくと生きてるものがあるっていうのは前の世代が死んでいくっていうことなので、生死について若い時よりもリアリティを持って考えたり感じたりすることが増えたなと思っていて、保険証をもらうじゃないですか、各市町村で。それでそこの裏側に臓器提供をしますかしませんかっていう欄があるんですね。臓器を提供する、私が死んだ後に人に例えば臓器を提供するっていう欄に丸をつけるとすると、私自身は死んでいても私の例えば内臓の一部は誰かの中で生き続けているということであって、それはなんかその部分は生きているっていうことだから、それは私は死んでいることになっているのか生きていることになっているのかなとか、いろいろそんなことを考えたんですよ。不思議なもんだなと思って。臓器提供って基本的にはお互いのその個人情報を秘密の上でやらなきゃいけないというのが日本はそういう法律があるんですね。2人のなんか体と体のすごく重要な契約を交わしていることだと思ったんですね。臓器をあげる側もらう側っていうのは普通に友達ができるよりも体の一部を交換というかシェアしてるわけですから、すごいつながりだなと思って、でそれに対して、人と人との交流は持てないけどジュエリーのようなもので贈り物でその関係を確かめ合うような、文化が生まれるっていうストーリーがあったら面白いなってとっさに思いついて、それでエンゲージドボディの作品が思いつきました。俺の産んだ子っていうのはタイトル通り男の人が妊娠するっていう作品で、私が子供を出産直後妊娠の時に思いついてたかな。私自身がそういう子供ができたりとかするっていうこと、赤ちゃんがいるとか出産をするっていう女性に対して多分無理解だったんだなってすごく気がついた時期で、思っていたよりもずっと大変だったし、やっぱり周りからの理解が低いっていうことを身をもって知ったことがあったんですね。産んだ後どうやって育てながら、仕事を続けていけばいいのかとか、怪我した人とかベビーカーがある人とか身重な人、それはもちろん老人、おじいちゃんおばあちゃんとかですけど、なかなか結構世の中歩きにくい状況になってるんだなとか、子供を連れて行けないところがいっぱいあるとか、私の作品自体がやっぱりその社会に対するメッセージ性みたいなのも今までも強い部分もあったから、これはなんか美術にしてみたいなと思ったんですよね。自分からの発言というものも含めて。ただなんか私って大変なのよみたいな、お母さんってすごい頑張ってるのよみたいなことを作品にしても多分あんまり面白くないというか、無理解が理解に変わることはそんなインパクトではダメなんだろうと。で立場を変えてみたらどうだろうと思って、男の人が妊娠するっていうふうにすれば男の人、びっくりするっていうのもあるし、自分の目線で想像を巡らせやすいかもしれないっていうこと、結構単純に本当にそのシンプルにその発想で生まれた作品なんですね。エンゲージドボディでも協力してくださった武藤香織先生っていう方がいらっしゃるんですけど、彼女が私の友達だったのでいろいろリサーチでも随分付き合っていただいて、例えば医療行為としては男性が妊娠するっていうのはそれは不妊治療の内容になってくるんですね。あとはやっぱりなんていうのかな、少数派じゃないですか、男の人妊娠できないから。マイノリティの人たちと社会との関係性とか広がりを持たせる内容になった作品になったなと思っています。今でも全然変わってないなって思うのは、やっぱマイノリティの問題とか、その男性が子供を産んで人からその子供がね、例えば差別をされないかとかされちゃうと思うんですよ、今の状況だと。俺の産んだ子もそういう話が出てきて、彼なんか自分で子供を産んだのに、でも男性だから男性が産むはずがないから結局自分の子じゃないところから養子に入れたっていう制度上はしなきゃいけないとか、そういうなんか制度がなんかあんまりニーズに追いついていない感じ。これだけの時間が流れてこれっぽっちも変わってないことが問題を感じてる人がいるのに、
ちょっとねやっぱりそれは問題なんだろうなと思いますよね。医療と社会と人の在り方みたいなことでは、17年ぐらいまたいだ作品なんですけれども、結構共通するものが多かったので、これを機会に、新しくなった俺の産んだ子も見てほしいし、エンゲージドボディもしっかり水まで見せたいなっていう気持ちでできた展覧会です。はい。